皆様こんにちは、めいちゃんです。千里山616さんからだいぶね、以前にリクエストいただいてたんですけれども、風さんのね、いろんなニュースが次々と入って、なかなかこの曲についてのね、解説ができなくて大変申し訳ありませんでした。このね、The Sun and the Moon ね、聞いた方はね、誰もが圧倒される美しい曲ですよね。特にね、今の競争社会でね、疲れた心には特に響くのではないかと思います。まずね、時計のカチカチいう音が聞こえますね。これは全てのものが刻々と変化している状態。一つとしてこの世でね、変化しないものなどありません。諸行無常を感じます。一瞬一瞬、私たちのね、体の細胞はもちろん、ずっと変わらないものに見える石ころでさえもね、変化しています。すべてが宇宙そのもので躍動を続けてるんですね。そしてね、子供たちの声みたいなのが聞こえます。これはあるがままのね、この世界の日常の象徴のように思えます。生命の喜びって言いますかね。つまり色即是空の色。目に見え耳に聞こえね、感じられる世界。刻々と変化する無常ですけれども、生き生きとした世界ですね。そしてね、風さんのどこかジャズィーなね、ピアノと月の光のような柔らかな声で始まります。これはね、ご存知の通り、東京2020年オリンピックのね、サイド B テーマ曲に起用されました。このオリンピックのね、テーマソングというね、依頼を受けて、これを書いた風さんのね、勇気にね、まず私はびっくり超えてしまうんですね。なぜかというとね、この曲は今のオリンピックというものに対してね、痛烈な皮肉の意味もね、込められているからなんですね。はい。オリンピックはね、参加することに意義があるなんて言いますよね。この言葉はね、最初の近代オリンピックの父であるね、ピエール・ド・クーベルタン男爵がね、広めたとされています。はい。クーベルタンさんね、この人ね、はい、これはね、クーベルタンさんがね、ある教会のミサで司教さんからいただいた言葉でね、キリスト教の教えということになりますね。その意味はね、オリンピックで重要なのは勝つことじゃない、参加することなんだっていうことでね、これがね、本来のオリンピックの精神ですよね。でもね、現代のね、オリンピックって全くそうじゃなくなってますよね。一個でもね、多くの金メダルを取ること、もうメダルの争奪戦じゃないですか。はい。私もね、ミーハーだからね、テレビでまた日本が金メダル取ったなんて言われるとね、もうつい浮き足だったりしてしまいますけれどもね、それは長い人生の間に条件付けられた反応でしかないんですね。私たちはね、みんな愛国心っていうね、条件付けを受けています。はい。The sun and the moon, you win and I lose. 太陽と月、あなたが勝って私が負ける。What's the difference? There's no difference. 何が違うのか。何も違わない。勝とうと負けようとね、同じことだと言ってるんですね。オリンピックのテーマソングでね、いきなり勝ち負けなんて意味がないって言ってるんですから、すごいですね。祭りでもね、風さん、勝ちや負けとか一切ないって言ってますね。あれです。実は禅などでもね、同じ言葉があるんですよ。無分別知っていう言葉ですね。これはね、何の差もない、個人と他人もない、勝ちも負けもない、多いも少ないも、幸福も不幸も、善も悪も、とにかく対立するものは何もないっていうことが分かる知恵っていうことです。無分別ですからね、分別がないっていうことですね。分別っていうのはね、いつかも言いましたけれどもね、あの人はね、ものの分かった分別のある人だみたいな意味ではなくてね、ここではね、物事あらゆることを区別することを指します。それがないっていうことですからね。だからいいとか悪いとか好きとか嫌いとかに分けない世界っていうことですね。当然ながらだからあなたと私の区別もないわけです。
私たちはね、普段何気なくね、自分と人を比べたり、私はあの人より進んでるとかね、あの人嫌いだけどこの人は好きとかね、もう常に区別をしてるんですよ。そしてね、それをやってるのが自我ですね。人生の最大の苦しみのもとである自我がやってるんです。だからね、比べるっていうことは苦しみだっていうことですね。でもね、自我ってね、本当は幻なんですよ。なぜならね、私たちが自分だと思っているこの個人というものそのものが幻だからなんです。個人はいません。はい、たった一つの真我があるだけなんです。まあね、こう言うとね、熱中症でとうとう私の頭をね、あれになったかと心配してくださる方もいるでしょうけれども、はい、大丈夫ですよ。正気です。これがね、分かるのが悟りなんですけれども、分かるとね、物事をね、区別しなくなりますね。あなたは私になります。だってね、たった一つのものがあなたや私、犬や猫、この目に映る全てのものとして現れているのでね、別々に見えますけれども、もともとは一つなんですね。風さんのお父様やね、ヒンズー教の教えにある海の泡の例えもそうですね。このね、無分別地に人が到達しますとね、物事を全て分別することなく、あるがままに見られるようになるんですね。まるで生まれたての赤ん坊のようにね、この世の全てをジャッジすることなくそのまま見ます。するとね、そこにはもう何の苦しみも発生しないんですね。どころかね、全てのものが美しく見えちゃったり、何が起きてもあるがままに受け入れられると。例えばね、お金がなくてスーパーでね、夕食の買い物するとします。財布にね、500円しかなくてもね、500円しかない、今時500円じゃ何にも買えないよ、どうしよう、あそこのあの人カゴにいっぱい食材入ってる、きっとお金持ちなんだろうなとかじゃなくてね、500円もあったらラッキーってなるんですよ。人のことなんか気にならなくなるんですね。500円あればね、もやしとか風さんみたいに油揚げ買ったりね、豆腐とかね、結構いろいろ買えますよね。それとね、家にある残り物でご飯作れますよ。そしておいしいおいしいと食べてね、最高に幸せとなるんですね。つまりね、言いたいのは、比べるっていうことはね、これまで生きてきた道徳とかね、周りに教わったこととか、学校で習ったこととか、知識とか世間の常識とかでね、みんなぐるぐる巻きにされていて、どうしても人と比べるようにされてしまったんですね。これはね、いわばね、おはぎの周りのあんこみたいなものでね、本当のあなたはそのあんこなしのご飯そのものなんですよ。もう生まれたてのあなたですね。ですけどね、たっぷりのあんこに囲まれているためにね、本当の自分、つまり自分が真我であるということに気づけないということです。その状態ではね、もう自分のあんこを守るために人は必死で、もう自分が得な方に行くように考えます。The day and the night, accept and deny。 昼と夜、受け入れること、拒むこと。自分が有名になろうとかね、成功したいとか、どうしたら人より上に立てるかとかね、あれこれ考えて思いを巡らしますね。昔の昭和の時代の歌謡曲でね、休まないで歩けとかね、ドラマでね、後から来たやつに追い越されるのが嫌ならさっさと歩けとかありましたけどね。恐ろしい時代でしたね。猛烈サラリーマンですね。私それよりね、この植木仁のね、スーダラ節とかね、こう無責任一大男とかね、あと寅さんが好きでしたね。大好きでしたね。こんな感じでね、どっちの道を行こうか考えますね。そして悩みます。自分がね、いかに普段こうやって自分の利益のことばっかり考えてるかね、気づくとね、愕然としますよ。Which is paradise? Both are paradise。 どっちが楽園なのか、どちらも楽園ね。どっちが得か考えてね、そしてこっちだと思ってね、飛び込みますが、どっちみち楽園なんですよ。それはね、初めから自分が決めてやってることじゃないからですね。自分という個人がやってるように見えるだけで、
風さんがねいつも言うように、全ては大いなる存在の動きだからなんですね。全ては完璧に用意されてるんです。だからね、任せていれば最終的に全てうまくいくんですけれども、自我があるためにそれがわからない。 Yes, we do have it all, but we need some control. 私たちは全てを手にしている。しかしコントロールが求められている。Sometimes it is best for us to let it go. 時には手放すことが最善。コントロールがね求められているっていうのがね、自我に気づけっていうふうに私は解釈してます。全てを持っているのにもっとあれもこれもとね、欲でいっぱいになる危険性ですね。野心でねいっぱいになると苦しみますから、それがねエゴであるってことに気づいてね、追い抜かれたっていいじゃん、負けたっていいじゃんとね、成功とか勝利への執着を手放しましょうっていうことですね。自分を捨てて任せる。 Yes, we do have it all, so we all have to know. 私たちは全てを手にしていて、だからこそ知っておくべきことがある。 When to stop, when to quit, and just let it flow. いつ立ち止まり、いつ手放すのか、そしてただ流れに身を委ねるのか。さっきも言ったようにね、全てはね与えられていて完璧なんですよ。だからね、我を張らずにこの流れに身を委ねること、ただ自分を捨ててね宇宙の動きに任せるってことですね。 The sun and the moon, a curse and a boon. 太陽と月、呪いと恩恵。 What is happening? We're all struggling. 何が起こっているのか、私たちはみんなもがいている。やっぱりね競争心とか芽生えますね。自我に気づかないとね。それはね自分と周囲に壁を作ることなんですね。自我のままに生きると必ずそこに嫉妬とか羨望とか苦しみが生まれます。まさにねハチ公が自分の尻尾でねがんじがらめになっている状態と同じですね。 Oh love, we've been trying to find you here inside our hearts. 愛よ、人は誰も心に愛を探している。自我によってね傷ついた心は自分を受け入れてほしい、分かってほしい、愛してほしい、慰めてほしいってね願いますけれども、自我で願ってね自我で得た愛はね結局解決にはならないんですね。一時的にはいいかもしれませんね。いい人と巡り合って伴侶が見つかったと。でもね人生を一緒に過ごしていくうちにねすれ違ったりね誤解したり、自我で下手すると憎しみまで湧いたりします。自我で見つけた愛はそういうものなんですね。じゃあ何を求めたらいいのか、それこそがブリーマーの愛ですね。その愛を実感するにはじゃあどうすればいいかということなんですけれども、さっき言ったようにね自我を捨てて任せるっていうことですね。自分の損得をね考えずにやるべきことをやればいいんです。宮沢賢治が言ったようにね、みんなにデクノボーって呼ばれてもいいんですよ。負けたっていいんですよ。さっさとリングを降りる。むしろねそっちの方が楽なんですね。自分を捨てた時こそね本当に愛せるしね、結果を期待しない時こそ速く走れたりすごいパフォーマンスができたり、趣味でも何でもねいろんなことを楽しんでできるようになるんですね。そしてね夫婦ならね年取るにつれて片方が生きるか死ぬかの病気になったりね、いろんなことが起こりますけれども、そんな死にね直面したりした時にこそ本当の愛に気づくんですね。そうなるまではねもう全然気づかないで、もうちゃぶ台ひっくり返ったりね口喧嘩したり、スリッパや物が飛んだりしますね。般若心経でね正見五運開空同一切空訳っていうね言葉があるんですけれども、難しく聞こえますけれどねすごい簡単なことです。これはね個人の自分というものが空で実体のないものであったと気づいたらねもう一切の苦しみ消えちゃったっていうことです。
つまりね、自分はこのちっぽけた体じゃなくて果てしない存在であったと気づけばね、もう全て解決っていうことです。個人の自分なんていないんですよ。これをね、今すぐ信じてもらうのはね、難しいと思いますけれどもね、真我の光、宇宙意識にね、少しでも気づくとだんだん分かってきます。私のこのしがないチャンネルね、そのコメントにもね、その真我の光、プリマの光、つまり悟りの光ですね、それにね気づき始めた人たちがいらっしゃいます。今度ねまとめてご紹介しようと思ってます。本当に喜ばしいことでね、ますますね気づく人が増えますようにとね、こうやって動画をやってるわけですけど、私はよくね風さんを菩薩とかね天使とか適当なこと言ってますけどね、だってそう見えちゃうもんね。でもね、風さんが菩薩ならですよ、私たちみんながそうなんですよ。これはね忘れないでほしいんですね。風さんが光り輝いている姿は私たちの本当の姿でもあるんですよ。なぜならね、全ては一つであるからなんですね。風さん一人をね神格化するのはいけませんけれどもね、私たち全員が光り輝いているんです。ただ気づかないだけなんですね。みんなね等しく光ってるんですよ、グレイスにあるように。さらに言うとね、あの人は金メダル取って私は取ってない、これがね自我の声です。あの人は金メダル取った、私は取ってないけど、でも私が取ったのと同じ、これが真我の声です。 To fill them up with light across the stars、 彼方の星々を越えて心を光で満たせるように。この部分はね最高に美しいですね。この光こそプリーマの光ですね。皆さんもね自分の内にあるプリーマに気づけるようにね、一度個人の自分というものがね本当に存在するのか、自我とは何かということにね、少しでもねご興味を持たれたら幸いです。クリシュナムルティが言ったように、世界はあなたなんです。すべてのものはあなた自身ですからね、周りの人と対立しないで、そしてね素直な心でいることがね、全ての近道だっていうことをね申し上げて終わりたいと思います。はい、また今回もね宇宙のエネルギーに任せてぶっ飛んだ言葉がいろいろ出てまいりましたが、大変お退屈様でした。これからもあなたの毎日が少しでも楽しいものになりますように、ちょっとでもお役に立てますと嬉しいです。はい、それではこの次まで、さようなら。